おはようございます。画家のギストです。今日はですね、案件、久しぶりに案件ということで、企業さんがですね、この商品ぜひ使って、どんな塩梅ですかということを聞きたいということで、送ってきてくださいました。こちらでございますね。こちらの段ボールでございます。どんなものが届いたかちょっと見てみましょう。バラ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 。紙。こちらでございますね。ウォーターカラーペイント、水彩絵の具。非常に、安ございまして、びっくりしました。こんな商品あるんだということで。で、もともとはですね、実はこちらの商品を紹介してくれというご依頼でございました。こちらの商品は何かというと、開けてみますね。分厚いっていうか重たい。なんすかほら。重たい。うわー、すげー。すげー。うわー。こちらの商品でございます。ウォーターカラーパッド。ヘビーウェイト。ね、すごいですね。300g で36枚。すごいですね。一般的なブロック式の、大体サイズはこれ何本ぐらいですかね。A4 ぐらいかな。多分、海外のものなので、F45 よりは少し小さくて、A4 サイズよりはちょっとだけ大きいという、ほぼ同じですね。A4 サイズ、ほぼ同じという。で、ただこの厚みすごいですね。36枚ということで、うわ、すごいなと思います。こちらの商品をぜひ使ってということでございました。ただ、ちょっとこれを、いろんなものをザザッと書くだけじゃ面白くないので、最後の方に少し何かの書き方、これにちょっと合うかどうか、どんなものが合うかどうかをちょっと試してみながら、最後に、何かを描いてみようと思います。じゃあちょっと開けてみましょう。一つだけね。これはなかなかこの厚みは、初めての人とかは、もしかしてこういうのすごく遠慮なくどんどん使っていけるのでいいのかなというふうに思ったりします。紙の厚みとか、どういう画材が合うのかとかっていうのをちょっと試していってみましょうね。うわ、分厚い。これもね、僕みたいにもう絵描いてたいというちょっとね、変わったおじさんにとってはたまらんですね。これどっち側が開けんねん。ちょっと緊張しますね。ちょっと海外のものとかって面白い。結構しっかりした紙。ほんと。ヘビーウェイトですね。紙のこの、あれが、ここにやっぱあるのかな？どこかな？紙を一枚一枚破くところ、上にございました。すみません。上の方にございました。こういったところにカッターとかの刃とかを入れて、一枚一枚破いていくんですけど、ちょっと書いてみますね、まずね。ちょっと鉛筆かなんかで、少しラフに描いてみるっていうのもいいかなと思いますので、ちょっと濃いめの 6B とかですね。もうノリは全然いいですね。紙としては、中目、中目ぐらいなのかなっていう感じで、ノリはしっかりといい感じです。いや、これでこの値段っていうのはすごいね、リーズナブルですね。3B ぐらいを使ってみたりとか、全然、デッサンとかも十分書けるかなと。デッサンとかも十分書けるんじゃないかなというふうに思います。ね。6B、3B を使って、こすった感じも全然いいですね。紙がすごい頑丈な感じしますね。ちょっとデッサンの細かいデッサンという感じではなくて、少し大雑把なラフなスケッチとかには、こういうですね、細かい描写とかしたかったら、ちょっと紙の目自体は少し粗いかなというふうには思います。でも、十分描けたりするんちゃうかなと思いますので、ね、しっかりと筆圧とかも上げていっても十分書けるかなというふうに思います。以上。悪くはないなというふうに思います。ちょっと一枚破ってみましょうか。こういう瞬間も結構大事で、海外のものはね、結構ね、ノリが強かったりするんですよね。強いね。で、紙自体が破れるということがあるんですが、紙自体がものすごい厚い、しっかりしてますね。これ 300g やけども、よりも厚いような雰囲気ありますよ。こういう破く瞬間に、
紙が一気に持ってかれるということもあるんですけど、僕なんかこう、本当カッターの刃とか入れずに指でやったりとかするんで、十分な厚さありますね。でちょっとですね、水彩絵の具を少し使っていってみようかなというふうに思います。こちらの方もぜひ合わせて水彩とかの相性とかも見てみたいんでということを言ったらですね、もう本当に心よく、こちらの商品もぜひぜひということで、送ってきてくださいました。こういう感じですね。へえ。いや、これもね、なかなかね、値段的にはものすごく皆さんにとってリーズナブルな感じでございましたよ。筆までついている。もう本当に初めて書くという人にとっては筆とかね、わからんかったりすると、こういうの非常にありがたいんじゃないかなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、24色セット。パレットとか、僕はいつもそのアルミのパレットを推奨してますけども、ちょっと今回それの代わりがないので、紙パレットに出していこうと思います。で少しですね、いくつか主だった色みたいなのを少し出していこうかなというふうに思います。これはウルトラマリンブルー。ほんの少しですね。懐かしい。こういうふうに先端が、これでブチッと押すタイプね。これ知ってます皆さんね。なんか昔の昭和の人間はこういうの結構やりましたよね。このキャップの裏で、押すと。で、ほんの少しずつですけど出していってみますね。プルシャン。また同じことしてまた。ちょっと赤は、これもクリームソンもちょっといきましょうか。主だったと言ってもなんか全ての色出したくなりますけどね。ちょっとね、主だった色。安いとやっぱり色自体が、少しイエローかぐらいいきましょうか。顔料濃度っていうのは低くなることあるので、色がどれぐらいまで出るかというかね。その辺ですね。グリーンもいきましょう。ビリジャンぐらいいってみましょうか。私が結構使うようなこのですね、エメラルドグリーンとかね、このあたりとかちょっといってみましょうか。よいしょ。もうやり出したらキリないんですけど、ちょっとセルリアンブルーぐらいまで、行かせてください。ちょっと出過ぎた。ちょっとこのあたりの色だけ少しちょっと実験をしてみようと思います。いいですね。私この、若干丸みを帯びた筆、油絵で結構使ってます。油絵の具でも使えますんで。これウルトラマリン。いい色全然いいですね。いいですね。水で少し。紙もいいね。ちょっと、プルシャンやったかな。いいですね。顔料もしっかり強いなという感じしますよ。冷気系。いいですよ。強い。ねえ。少し、イエローかも。いいですね。濃度しっかり高いです。の値段でこれだけ、ビージャンもなかなかいいですね。安定した色ですね。特筆してなんか際立って、その名前、でも、使ってみたらちょっと違うやんっていうことあるんですけど、その通りの色やなっていう感じがします。いいですね。これセルリアンやったかな？いいですね。ちょっと水だけをつけてみて、で、何を見たいかというと、色の今鮮やかさを見てみました。で、それと、あとは水をどれだけつけて、波をどれだけ打つかみたいな感じのところとかっていうのもやっぱり見たいんですね。でもしっかりと今水つけてますけど、いいですね。水しっかりつけて。なお言えば、もう一回り大きい筆が一本だけでもあって、もう一本少量、減らして、例えば丸筆なんか2本あるんやったら、一本減らして、平筆もこの一本にして、僕やったらもう一本、太めの筆とか入ってる方がおじさんは助かります。ね、忖度なく言いますよ。ね。水しっかり紙に塗ってもそんなにたわむこともありませんので、いいですね。
で、細かい描写とかに関して言うと、これぐらいの筆があればすごく便利かなというふうに思います。で、紙に対しても水を多めにしてもそんなに波を打つことない。絶対多少波は打つんですけど、そんな波を打つことないということで、特にセルリアン綺麗やったりしますね。多分他の色とかもある程度しっかりと顔料の濃さが担保されていて、鮮やかな色というのが出るんではないかなというふうな気がしますので、色彩に関して。非常にこの水彩絵の具もおすすめですし、紙ね、これやっぱこれだけの厚みあって、たくさん描けますもんね。非常に良いんじゃないかなというふうに思います。ちょっとですね、何かを描いてみようと思うんですけど、今この画材と見てみて、人間の目、ちょっと描いてみようかなと思います。目だけですね。目だけをちょっと描くということをやってみようかなというふうに思います。それではちょっと目を描いていこうかなというふうに思います。ちょっと薄めの鉛筆で、目って、白目っていう風に言いますけど、やっぱり上まぶたとかがあって、で、それが影に、上まぶたの影が落ちていて、そういう影と。で、球体ですからね、眼球っていうのは。そういう意識を持ってあげて、目の中とかもですね。で今回のセットの中では大きな筆みたいなのがちょっとないのでザバーっと書くということよりはどちらかというと細かい描写とかの方が合うかなと思いますのでちょっとそういう細かい描写をお見せしようかなというふうに思います。光が若干こちらの方から光が来ているから柔らかい自然光なんですけどもでほんの少しここに光が入っていると何かが映り込んでいるもしかしてこれはキャメラマンの私かもしれませんしね。ちょっと余分な線は消しておきますね。先ほどの色に、ちょっと茶色とベージュみたいな色もありますね。少し出しておきましょうか。バーントシェンナをまた同じことを繰り返して、バーントシェンナ。もうこういうふうに、紙パレットで透明水彩やる場合は、ほんの少しでいいです。ほんの少しで、いいかなと思います。このベージュっぽいのと。ね、ちょっと不透明水彩的に描いてみるということもやってみても面白いかもしれないので、あとは白とかね、ちょっとね、あまり日頃使わんような色とかちょっと使ってやってみましょうか。よいしょ。いや、でも、油絵とか僕描くときにもこういうナイロンの筆意外と使うんですよ。紫色とか出してもいいんですけど、紙しっかりしてるわ。グラデーションつけるときは水を多めにしながらね。でまず上まぶたというものによって眼球に落ちている影というのを今表現していっています。こうした例えば目なんかもよーく見てあげると眼球の黒目の中でも黒目の周りのところがちょっと色が見えてくるぞとかそこからね茶色に入っていってとかよーく見るとねいろんな情報見えてくるんですよ。でこの辺ハイライトは塗り残しておいて、こういう水彩絵の具とかは本当にアルミのパレットとかもう十分色結構強いですよ。しっかり初心者の人にね僕は高級な画材とかの紹介もしてますけども本当に勇気がなかったらこれぐらいの商品っていうかこのぐらいの値段は本当に皆さんにとって助かりますよね。で紙も僕このぐらいのサイズって意外となかったなというか A4 号よりもちょっと小さくA4 サイズより若干大きいぐらいなんですけど長さ長辺に関しては同じ長さでした。でこれねなんでいいかっていうと写真を元に描く人っているでしょ。で写真のA4 サイズっていうのは
ね、A4 サイズかなんかに例えばプリントアウト、家のパソコンなりなんなりでプリントアウトとかされて、その時に、それを元に初心者の人とか写真を元に書く人って結構いるでしょ。で、そういう時は、同じサイズのものがここにあって書けるから、形の狂いとかが、非常に少なくて済むと。ね、だからそういう、初心者の人にとってはこのサイズ感ってすごくありがたいんちゃうかなと。4号やったらちょっと一回り大きいし、みたいなね。ちょっと他の色も少しいろんな色入れながらですね、少し写実的に。これはですね、バーミリオン。朱色ですね、朱色。いろんな色使いながらも、いやー、これだけ色が綺麗で、ある程度顔料がしっかりですね、していれば、いや、なかなか皆さん、使えますよ。で、どこからまつげが生えてんのかなとかね、細かいようですけどね。そういったこととかもしっかり見てですね。で、明るいところとかは少し塗り残しつつ、ある程度、初心者の人でも、このセットで少し乾いた状態の絵の具にしてみましたけど、全然しっかり溶けますので、絵の具が少し乾いても、また加湿全然できていきますよ。まつげがどこから生えているんだろうかとかね、ちょっと白を入れてガッシュ状態の不透明みたいな感じにしてみても、どういう風になるかなとかっていうのを少し試してみたりとかしてます。紙いいですよ。結構厚みがあるし、枚数あるので、本当に水彩とかをね、練習していきたいとかっていう人には、これぐらいあるといいですよね。少し茶色とかを、ウルトラマリンとかで僕は、濃く、絵の具をするときは茶色とウルトラマリンとかを混ぜて、濃い色とかを作ったりとかもします。で少し写真とかだと暗くなりすぎているかもしれないですけど、こういうことかね。ね。よいしょ。黒ではなくて茶色と青を混ぜてですね、かなり暗い色を作ってみたりとか。筆自体も全然いけますね。大丈夫ですね。使えますよ。先ほども言いましたけど、大きな筆みたいなのがないから、どちらかというと小さい、細かい仕事とかは十分できます。別途買われるなりなんなりしてですね、少し大きめな筆とかね。で、このね、光彩っていうんですかね。で少し眼球のここのところと白目の境目みたいなのは少しぼかすような感じで描いていって、色が弱いとですね、結構絵の具をしっかり使わんといかんかったりするんですけど、色自体はしっかり出ますから、十分描けますよ。この値段でこのパフォーマンスはね、なかなか頑張った企業努力をされているなというのがよくわかりますよね。で、こういう細かい仕事をしていくと何層も絵の具を重ねていきますんで、で、乾いてからまた描いて乾いてからってことをしていくんですけど、その際に絵の具が取れるかどうかっていうかですね、そういうところも少し見ていこうかなと。どんなものでもやっぱ重ねすぎてしまうと絵の具取れてきます。必ず絶対取れてきますので、ある程度ですね、重なりみたいなのは少し考えて、あまり重ねすぎてしまうと絵の具が固着していかないということが起こりますので、その辺はやっぱ注意しながらやられてみてください。どんな絵でもそうです。どんな絵の具でも、どんなのでも使っても、アクリル絵の具とかそういうんじゃなくてね、透明水彩の場合ですよ。
少しハッチング的な仕事をしてみたりですね。眼球のね、影みたいなのをもうちょっと濃く描いていきましょうという感じでですね。このあたりというのは少しずつ出来上がるにつれてまた少し濃くなってきてとかですね。よいしょ。少し輪郭っていうか強くなったらティッシュとかで拭き取ってあげたりとか、水だけでぼかしてあげたりとかしてですね。もう十分使えます。この値段でこれはいいですよ。このサイズなんかだと本当に普通に荷物とかカバンとかに入れやすいですもんね。大きいとなかなか別途用意せんといかんし、ですね。小さすぎるとなかなか書き応えなかったりしますけど、これぐらいあればですね。で少しハッチングとかもしながらですね。回っていくような形とかですね。塗り残すところは塗り残して、眼球の中にあるね、少し血管みたいなとかね、そういうとこまでね。すいません、ちょっと老眼がひどいので。髪がボコボコすることもなく、本当に厚口で、非常にいいと思いますよ。完全に乾いてから消しましょう。焦げ茶色みたいなの、バーンとアンバーぐらいをですね、ちょっと使ってみようかなと思います。結構細かい仕事もこの筆で十分できますね。昔東京芸大の入試で与えられた画材だけで描きましょうという試験あったんですよね。油絵の具。そんなことを思い出しながら、私も与えられた画材だけで描いていってます。球体であるということをちょっと意識を常に持ちながらですね。少し白とかも混ぜてみてもいいかなと思います。ガッシュみたいな状態にしてですね。本当に白いとこだけを塗り残して、あとは微妙に色をほんとつけていく。結構かなり重ねていってて、それを実験しているんですね。でも耐えてますよ、紙がですね。大体このぐらいが一般的な紙の限界ですけど、厚口相当耐えてくれてますので、人の肌の部分っていうのは少し白とかを入れて、僕なんかは中間色ぐらいちょっと作って、ハッチングとかしながらですね。こういったパーツの細密描写みたいなのをしてみると、人物を描くときに、ここはこういう風に、描くんやなとかっていうのが、
認識できたりしますので、これいい訓練になりますよ。結構重ねてますけど、絵の具が取れずに、持ってきてますので、ね、いい感じですよ。これだけ普通重ねたら、絵の具って、ちょっとこう剥げてきたりするんですね。紙もしっかりしております。しっかりと重ね塗りとかもある程度だいぶ耐えれるなということまで、できました。で、筆も今回1本しかこれ使っていませんけども、かなり細かい描写もこう見ての通りできますので、大きな仕事みたいなのは大きな筆をご用意されて、細かい仕事とかをこうやってみたり、こういうパーツを練習するということでも使えるかも。パーツをこう練習するためとかにもいいのかなというふうに思ったりとかします。というわけでいかがでしょうか。こんな感じになりました。結構重ね塗りしていきましたけども、絵の具がしっかり食いついていってくれて、紙も波打つこともありませんでした。あとは絵の具に関しても24色だと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12色ぐらいしか使ってませんけども、それでもかなり写実的にも描けますし、今回は筆1本だけ、こちら1本だけで描きましたけども、十分こういった細かな仕事みたいなものもできますので、ぜひぜひ試してみられてはどうでしょうか。まだまだこんなにありますぞと、こんなに描くことができるぞということでございました。ということで、以上でございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。